横綱大野里、露払い隆の勝、太刀持ち高安、行司は木村庄之助であります。パンパンに体はいつも張っています。時折引いて呼び込んでしまう相撲があります。制限時間いっぱいです。木村朝之助が合わせます。あっと動きました。千代翔馬、時折こうして立ち合い注文相撲があります。右の前回し、形は作りました。上手が切れた。下手投げです。上手が切れたところで反対下手から行きました。千代翔馬勝って勝ち越しが決まりました。対策、反応が早かったですね。そうですね、やはりこの千代翔馬関の良さはありますし、読めないところがたくさんありますので、湘南の海関からしたらちょっとこう立ち合い迷った部分もあったのかなというふうに思いました。形は先に千代翔馬がこうして作りました。上手はこの後切れてしまうんですが、反対の左から行きました。切るまでは湘南の海関良かったんですが、新入幕の時に佐野海関と序盤戦で初めてこう対戦してですね、まさかこう自分の方が先に引退するとはもう思いもしなかったんですけども、当時からこう幕内でその時、でもまだ現役で頑張られているので。本当ですよね。さあ佐田の海、友風との対戦、友風勝てば幕内で6年ぶりの勝ち越しとなりますが、どうでしょうか。佐田の海、前回しを狙いましたが、まだ回しは取れない。引いてきました、叩きました。友風勝って勝ち越しが決まりました。なんと6年ぶり、尾車部屋の時代でしたが、それ以来の嬉しい幕内での勝ち越しが決まりました。上がる大関を目指した頃に、一度対戦ありますね。今日は本人の持ち味が出ました。突き起こしておいてのはたきです。ポスター、ステッカーセットのいずれかの豪華商品プレゼントいたします。さあ土俵上は昨日勝ち越しを決めた獅司です。8勝4敗。対戦相手、こちら美ノ海も8勝4敗。昨日草野に勝って勝ち越しが決まりました。制限時間いっぱいとなりました。前回しを狙っていく美ノ海。行司が式守鬼一郎に変わりました。前回しは取れない。ここは獅司が嫌いました。左四つに渡り合います。右の前回し、これも取れない。獅司が出ました。出ておいて投げを打ちながら獅司が勝ちました。9勝目を挙げました。
体の大きさが、先に獅子の方がこの相手美ら海の前回しを嫌いました。右を少し覗かせました。そこから左四つに渡り合いました。すぐに休まずに攻めていきましたね。そうですね。この獅子関の右がちょうど美ら海関の左をこう使わさなかったですね。獅子関の立ち合いがこう右を下からこう、頭も右に倒しながら、なかなかくれて、調子も上がってきてるんじゃないかなというふうに思います。これだけの実力者でも一場所休んでしまうということは、いわゆる相撲感のようなものが変わってしまうんですね。そうですね。もうこの本場所の空気感っていうのはもう本場所でしかこう培えれないところもあるので、培われないところもあるので、本当にこう球場って難しいなっていう、自分も現役の時本当難しかったですね。今一度また大関に向かって戻っていってほしい大栄翔ですが、今日は朝紅龍戦です。的は小さいですが、今日もよく見ながらの突っ張りです。また一手ちょっと呼び込みました。微妙なところ、軍配は大栄翔に上がりました。微妙ですね。物言いがつきました。これは際どいところでした。どうですかね、港。この後はたいて右足、ちょっと朝紅龍はもう前のめりでは。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は大栄翔を有利と見て挙げましたが、同体ではないかと物言いがつき協議した結果、大栄翔の体が先に出ており、行司軍配差し違いで朝紅龍の勝ちといたします。やはり大栄翔の足が先に俵を割っていました。勝ったのは朝紅龍です。勝ち名乗りを朝紅龍に直しました。引き出しで朝紅龍の勝ちです。大栄翔側から見ると港川さん、どうなんでしょうかね、今日の。この立ち合い当たってからですね、この朝紅龍関がこう左手を出してるんですよね。それがやはりこうちょっと突きに行きにくかったかな、ちょっと上半身でついてしまったところあったかなというふうに思いますね。でも本当にこう持ってる体と力をもう全部目いっぱい使ってやってることがこうお客さん、自分たちにもこう伝わってるので、本当にこう元気を与えてくれるような力士ですよね。怪我だけが心配ですね。やはりこうもう全部使って勝利をもぎ取る力士なので、こう怪我だけは気をつけてほしいなと思いながら見てます。その藤ノ川、新入幕の日翔志との対戦です。藤ノ川は幕内2場所目、突っ込んでいきました。左からの押っつけ、今日は突き上げています。しかし日翔志も対抗、突き出しました。日翔志が勝ちました。藤ノ川負け越しが決まりました。勝っていましたが、幕内で日翔志が藤ノ川を破りました。この一番どうですか。そうですね、やはりこの何回もこう弾いたのは良かったですよね。日翔志が、少しでも止まってしまうと中にこう入られてしまうところだったんですけども、入ってきたところを日翔志が本来の相撲を見せたという一番でした。60、70ぐらいでいいので、しっかり相手の肩口に突きを当てるというイメージで、小さい力士とやるときはこうやってました。そういう話は現役の時は私たちにもしないですよね。もうしたらもう国との対戦です。錦木は西の前頭16枚目、1勝11敗、なかなか調子が戻らないままもう場所の終盤に来てしまいました。制限時間いっぱいです。翠富士5勝7敗、前回しを取りに来ました。頭をつけて形をまず翠富士が作ります。さあここからどうするか。出し投げに来ました。頭をつけたまま今度はひねった。まだ右は前回し、左を覗かせています。錦木の、この腰も重いんです。少し回しが伸びてきました。
右、指は通っていますが上から左手は掴むような形になりました。ネットから出ました。寄り切りました。翠富士の勝ちです。翠富士は6勝目を挙げました。潜った体勢からどう攻めていくかというところでしたが、今の力士が大きい力士に取る理想の相撲を取ったと思いますね。やはり前みつを引いてですね、低く前傾を保って、勝機を伺うという相撲だったんですけども、やはり錦木関外から抱えてもやっぱパワーと腰の重さがあるのでどうなるかなと思ったんですけども、徹底して決めさせなかったですよね。ここでがっちり決められてしまうともう身動き取れなくなってしまうんですけど、危なくなったら出して出し投げを打ってまた形勢を逆転させるという終始徹底したのは良かったですね。最後まで右の前回しは効いていました。相撲の全国レベルって本当体が大きい子たちだったので、もう僕が小さかったのでもう大きい子に勝つためには回しを取らない相撲をそこから徹底して、小中高でそして大相撲と徹底しましたね。そういう意味ではこの金峰山あたりももう突き押しに徹底したらもっと破壊力があるかなと思いますが、優勝決定戦まで行ったこともあります。対戦相手翔猿7勝5敗、金峰山5勝7敗。もろ手突きから引きました。この辺りが翔猿の反応の良さ。突き落とし、勝ったのは金峰山でした。ちょっとバランスが崩れてしまいました翔猿。ちょうど首筋のあたりでしょうか、右手も持っていればちょっととっくり投げのようなそんな形にもはたき込みになりました。見てみましょう。ここをよく翔猿しのぎました。そうですね、この体勢を崩されてから振り向くのがうまいですよね、翔猿関は。ここも長い突き手をしっかり下から我慢したんですけども、48月生まれなんですね。20日ほど、湊川さんの方がお兄さんとですね。こちら8月25日生まれの時疾風です。同い年の力士がこれから番付をさらに上げようというところまで来ています。式守金太夫が合わせます。なかなか時疾風も左四つに組むのは難しいかもしれません。左を差しに行きます。左を覗きましたが、宇良も低い体勢出ました。宇良が勝ちました。9勝4敗。時疾風は6勝7敗と変わります。こういう圧力も湊川さん裏にありますね。そうですね、やはり今みたいに左覗かれても下から押すことで持っていけちゃうので、ですね。やはり宇良関というと足取りとか居反りとかっていうのイメージがあると思うんですけども、やはり最近のところですね。なるほど。今日も押しでした。いいですね。膝を常に曲げた状態で、なかなか両膝を怪我してながらこういう相撲取れないと思うんですけど、膝のバネをしっかり使ってですね。姿が最後になるという形ですね。当日ね、国技館にお見えのお客様もたくさんいらっしゃると思います。さあ、土俵上は御嶽海と欧勝馬です。御嶽海とも湊川さんは28回、決定戦も含めて28回の対戦がありました。御嶽海欧勝馬戦です。欧勝馬が回しを狙いに行ったのか、しかしちょっと上手が深すぎました。御嶽海が体を寄せました。寄り切り御嶽海勝って6勝7敗。欧勝馬が突き放すわけではなく、左の前回しを一瞬狙ったようにも見えました。しかし御嶽海もろ差しの体勢を作りました。御嶽海ともね、強かったですね。そうですか。やはり強い時の御嶽海関っていうのは本当に重くて、はずを刺しても体も筋線の取れた体してますので、本当に
何か一つでももう大きな武器がさらに得ることができたら、本当ぐっと一気に上位も狙えるんじゃないかなと思いますね。今はこう全体的にレベルが高いという印象なので、何かこう一つずば抜けた、型っていうのを持ってもらえれば今後ますますもっと楽しみですね。なるほど。運動神経もいいですし、反応もいいですし、なかなか将来性期待が十分できる草野です。左の押っつけから上手、やや深めの上手です。ローガはまだ上手を探っていますが、ここで出ていきました。より倒しました。左の肘を畳んで先に手をつかないように相手に体を預けました。草野が勝ちました。取らさないような相撲の取り方してましたね。押っつけから、自分の先に上手を引く、そこから、狼雅関上手を取らさずに先に攻めていきましたよね。やはりこの辺がやはりエリートというか、こうアマチュア相撲から培ってきた技術というものがこう十分、いや本当に今日もこうよく考えられた相撲で、狼雅関上手引くといつもほどではありません。明生とも時間です。明生にしては珍しい、いきなりはたきました。明生勝って4勝9敗、一山本3勝10敗となりました。あまりこの相撲を見ても状態が決まり手はたき込みとなりました。ここで勝負審判の交代であります。視聴者の皆さんから湊川さん野球に興味はありますかっていうのが来てます。圧力をどんどん生かしていってほしいなっていうふうに今場所思いますね。なんか少しこう右四つにこだわりすぎてるところがあると思うので、これだけ体格大きい体格持っているので、こう押しながら圧力かけながら最初11連敗の後一つ白星をつかみました。決して豪ノ山も相撲が今場所良くないわけではありません。攻める相撲は見せていましたが白星に結びついていませんでした。当たり、ここは豪ノ山がまず起こそうとしますが、引っ張り込んだ熱海富士が捕まえました。右四つで上手もどうやら取りました。こうなると熱海富士です。寄り切り熱海富士が勝ちました。豪ノ山も思い切って当たっていきましたが、がっちりと捕まえられてしまいました。今日の熱海富士どうですか。今日はもうしっかりこう自分の重い体を利用してですね、引くこともなかったですし、圧力をかけながらこうだと思いますね。相手のスタミナを削っていくというのも面白いですね。そうですね。押し相撲はこう時間が経てば経つほどパフォーマンス落ちていくので、こう大きい人にこうどっしり構えられてバテるのを待たれると本当に押し相撲というのは嫌なんですよ。こうびっくりして当たりにびっくりしてはたいてくれたり、いろんな余計な動きをしてくれると押し相撲はこう結構好きなんですけど、こうぶつかりを受けるみたいにどしっと構えられると、意外と押し相撲ってこうだんだん疲れてくるんです。付き人をついていただいてですね、こう取り組み終わってからこう風呂流し、風呂も背中流してもらったりしてたので、本当に最後の取り組みの相手も王鵬でしたので、もうかつて背中流してもらってた瞬間にここで終わりだというふうに思いました。さあその王鵬もまた三役に向けてというあと3日間です。西の前頭2枚目で7勝5敗。竜電はなんとかまわしを引きたいところだと思いますが、王鵬はできれば捕まりたくない。突き上げました。竜電もしつこく頭を下げてきます。
引いた、叩きました。王鵬勝ちました。勝ち越しが決まりました。正面の、玉立席に突っ込んでいきました。まあ王鵬どうですか？いや今日はまあ竜電関が良かったんですけど、こう起こさず前傾を保ってたんですけども、やはりこの引きが最後うまかったですよね。この相手の手を落とすようなはたき方をしましたので、まあしっかりコースがあったり何か仕切りになるものがあるんです。お相撲さんが転がってきます。まあ、相当の怪我ではないかと思って見ていたんですが、でも相撲十分取っていますよね。そうですね。この右をしっかり使ってはい、相撲を取ってますので、まあもちろん怪我はしてると思いますが、はい、本当にこうすごい根性で出てきてるんだなというふうに思いますね。さあ時間です。伯桜鵬は左四つ得意です。大野勝は、相手に合わせる場合もありますが、本来は右四つです。今日幕内で制限時間いっぱいからこうして待ったになったのは初めて。当たりは伯桜鵬でした。得意の左四つ、下手投げで崩しての速攻でした。伯桜鵬勝ちました。今日は右手は、あまり使わなかった。左を差して左からの下手投げで崩しました。7勝6敗に変わりました。大野勝は今日の一番で負け越しとなりました。この伯桜鵬もちょっと怪我は多いんで、そうですね。まだ22歳ですか。はい、22になったばかりですね。ですよね。もう22歳とは思えないぐらいこう相撲が完成されているというか、荒削りな部分がないなという、左四つになるまでの技術が非常に上手で、そこまで青錦関の前傾を起こせるか、なおかつ速攻で、青錦関が負けている相撲というのはやはり速攻で体力差で負けている相撲が多いですので、早く勝負つけたいなっていうイメージですね。さあその前に土俵上は琴勝峰と阿炎、先場所の優勝力士琴勝峰もこの場所前頭5枚目でもう一つ白星が伸びません。埼玉栄高校の中川さん後輩ではあります。これまた時間いっぱいから待ったとなりました。呼吸が合いません。もろ手突きもちょっと威力がない阿炎ですが、回り込んだ、突き落としました。阿炎が勝ちました。阿炎勝って3勝10敗、琴勝峰も3勝10敗です。琴勝峰も、確かに対戦相手は先場所よりは強化されましたが、先場所の攻めさばき方っていうのが非常に上手だったなという一番でした。阿炎は足は長いんですが、そうなんです。それが小さい半径で回るという、これ名言ですね。また小さい半径で回る。普通ははたいてるとこう足が見えてそっちについていくんですけど、V 関の場合は目の前に体があるのにその31回。ちなみに貴景勝通算683回出場ですから、2倍半からもうちょっとですね、3倍近く土俵に立っています。もう自分が新入幕に上がってきた頃にはもうベテランと言われてましたから寝年ですよね、干支は。はい、そうです。ネズミですよね。玉鷲もネズミなんです。一回り。一門の大兄弟子です。平戸海との対戦です。呼吸がずれました。これは久之助が止めました。前半の藤ノ川のように力を出し切る相撲を見せています。左前回し、得意の形を作りました。寄り切り、平戸海が勝ちました。7勝目。玉鷲残念ながら負け越しとなりました。40歳での三役昇進はこの場所はなりませんでした。
先場所ね好成績で成績ではあったんですが前頭筆頭に据え置かれました。これはもう湊川さん平戸海完璧な相撲でしょうかね。そうですね、待ったなったこともちょっと影響したかもわかんないですね。やっぱりこの押し相撲ってやはり一発にかける集中力が立ち合いがすべてですので、次は合わせないと。とても楽しみな取組が2番組まれていますが、その前にどうなるかというのがとても楽しみな初顔です。隆の勝勝っておきますとまだ逆転優勝の望みは少しつながります。青錦のこの状態を起こせるかどうか。鋭い当たりでした。なかなか起きない。右は覗きかけましたがなんとか起こそうという突っ張り出し投げ出ました。青錦が勝ちました。2桁隆の勝敗れて3敗に後退です。一瞬引いてその後隆の勝がまた思い直して突き立てました。しかし青錦のしぶとさ、10勝目を挙げました。ちょっと唇から血が流れてずっと突っ張りだったので、青錦関もだんだん流れが掴んできてやっぱり下に入れてる部分もあると思うので、下から跳ね上げるタイミングが合ってくるんですね。突っ張りをこだわらずにワンツーでついてから次両手で一発入れてもう一回当たり直すという、少しリズムを変えるともう少し良かったのかも分かんないんですけど、でもこの瞬間の時にそれをやれって言われても絶対無理なので、そうですね、あくまでこれはもう解説してるだけなのでそうですか、これをいざこういう真剣勝負の時にやれって言われても絶対無理なことなので、やはりこの青錦関のやっぱり前傾を崩しきれなかったっていうのを必ず意識しない、もう誰よりも優勝したいと思ったものがやはりつかめるのが優勝だと思いますね。さあ土俵は左の相四つですが、若元春と高安の対戦。隆の勝が3敗に後退して、優勝争いという点ではかなり厳しい状況になってきました。左からの突きです。左四つに渡り合いました。高安も押っつけながら右の前回しを探って出ました。高安強い。今日は高安の強さです。5勝8敗。若元春今日の勝ち越しはなりません。この位置であるとか、体当たりから左四つでお互い上手多分引けてないと思うんですけど、取れてないですね。ここでやはり若元春関の下手を追っつけながらどんどん力をそぎながら自分の体勢に持っていく、もう染みついてるんだと思いますよね。今日は湊川さん強さ発揮ではないです。いや本当にもうこの左四つになって止まって前傾っていうのが相撲のセオリーなんですけど、壁がぶつかってくるような圧力がいい時は本当にこの腰が立ってることがいい方向に働くので、初日からは4連勝で好調な滑り出しでしたが、いつの間にか黒星が重なってしまいました。あるいは手首なのかどこかに痛みが出ているのかもしれません。肩から当たってきます。この回しを切るのが正代の技術。引きながら切ります。張り手を交えました。とったりにいった。今度はかいなをひねりにいった正代ですが、霧島が勝ちました。踏みとどまって6勝7敗。正代4敗となりました。霧島がしつこく
粘り強い攻めを見せました。寄り切って霧島の勝ち。正代もこうして回しを切るのはとても上手なんです。左の前みつがやっぱり良かったですね、最初の立ち合いの。なるほど。やはりここで正代関はちょっと右手が窮屈になってしまったので、後ろに下がりながら切ってしまうことによって後退してしまいましたし、ここから霧島関の変わ流れるというところがね、大相撲のしきたりです。優勝決定戦の前に裏の通路ですれ違うんですよね。そうですよね、はい、今から対戦するのに、もうそれがもう嫌でバチバチすぎて、あれ違う道を作れないもんですかね。そうですね、あそこでどうしても顔を合わせてしまうという。これも大相撲のもうずっと長い歴史の中の面白いところです。さあ豊昇龍、連敗は避けなければなりません。そして琴櫻、優勝争いからは、事実上琴櫻は脱落していますが、順調にいけば両横綱との対戦残しているだけに、ここは何としても存在感を示しておきたいところです。そうですね、大関のこの力の見せ所、だと思います。大の里が見上げる土俵で結び前の一番、同じ11勝1敗となった豊昇龍大関琴櫻戦です。過去は幕下時代も含めて豊昇龍14勝で琴櫻の9勝。上手を取りに行きました。琴櫻出ました。豊昇龍連敗。豊昇龍、昨日に続いて敗れました。今日は完敗です。今日は上手をふわっと取りに行ってしまいました。どうしたのかというふうな、考えられないような立ち合いでした。ちょっと国技館も異様な雰囲気です。大の里、土俵下ですね。ちょっと上手を取りに行くのか頭から当たるのか、ちょっと微妙な立ち合いに今日の相撲展開みたいに刺されてしまうので、これは避けたい立ち合いだったと思うんですが、何か仕切っている時に迷ってしまう要因があったのか。豊昇龍の連敗によってにわかに浮上してきました。今日勝てば今度は逆に星一つの差をつけるという形になります。追いついた立場から今度は一つ差をつける立場になれるかどうかです。制限時間いっぱいです。大の里の立ち合いはどう見ますか。そうですね、やはり中に入らせたくないという気持ちが一番強いと思うので、普通にいけば弾いてついていくのかなというふうに思いますけども、若隆景関からしてもそれは分かっていると思うので、作戦を変えるかも分からないですね、横綱自身も。今場所は大の里の、まさに弾いて相手をついて圧倒する相撲が光ります。制限時間いっぱいです。いい当たり、ちょっと足が流れかけましたが右が入りました。ついていきます。寄り切りました。大の里単独先頭に立ちました。12勝1敗。右の下手がっちり体を寄せました。若隆景は7敗目となりました。いや、全く危ない場面がありません。今場所はもう大の里が自信を持って相撲を取っているように見えます。どこにもしっかりついてですね、隙間を作ってすぐ右を差してですね。
この腰の寄せ方もぶつけ方も良かったですし、もう打つてないなという素晴らしい相撲でしたね。ちょっと足が流れかけましたが、若隆景のこの強烈な投げにもさっと体を寄せました。これだけ腰をぶつけながら、はい、寄っていきますとこう逆転の投げっていうのも絶対食らわないですし、落ち着いてますよね、やはり。落ち着いてます、確かに。ここでも昔ならこう一気に走ってしまったりっていう相撲で逆転食らう時もあったんですけど、もう右が入ったらこうもう引きつけてされるという相撲もありましたが、それがなくなってそしてもう一つは引く相撲がなくなればもうこんな強い横綱はいないというふうになってきそうですね。さあ大関時代のこの優勝額ですが、横綱として初めての優勝額を金冠に飾ることができるかどうか。昨日今日で立場が逆転しました。大の里が星1つ差をつけました。豊昇龍が追いかける立場となりました。今ちょうど大の里に代わって羅漢寺の弓取式が終わって木の音が響いているところです。弓取式は終わりました。打ち出しは5時57分です。この後は今日の取り組みをたっぷり振り返ります。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。お帰り